シャーロの日本語ポッドキャスト。最近の日本の子供たちが嫌いです。こんばんは、シャーロです。今回は最近の日本の子供たちについてというテーマで話していきたいと思います。完全に僕個人の意見になるので、あらかじめご了承ください。少しネガティブな内容なので、そういうのが苦手な方はお控えください。最近、日本はものすごく暑いです。湿度も高くて、日本の夏は最悪だって言われたりしますが、最近は公園とかであまり子供たちを見ません。一つ目の理由として、外が暑すぎるというのがあると思うんですが、もう一つ、スマホやゲームを持っているからという理由があると思います。最近の日本の子供たちの気になるところは、スマホやゲームのしすぎです。あなたは何歳からスマホやゲーム機を手にしましたか？僕は今24歳なんですけど、スマホを買ってもらったのが中学卒業の時なので、15歳から16歳になる頃ですね。僕の周りでは結構遅い方でした。DS とかプレステとか PSP とかが当時流行っていたんですけど、僕の家庭ではゲームが禁止だったので、全く持つことができませんでした。僕が小学生の頃は、だいたい外で遊んでましたね。ゲームを持っている子たちも一緒に外で遊んでました。ただ、今の日本の小学生は外に出ることが少ないような気がします。外に出ていても、ベンチに座ってずっとゲームをしていたりとか、スマホを見ていたりとか。僕はこの状況が嫌です。僕とは全く関係のない子供たちなんですけど、すごく嫌です。子供の頃は、外で自然と触れ合うことが大事だと僕は思っています。砂場で山を作って遊んだり、虫を捕まえたり、もちろん、出血するような怪我もたくさんするかもしれません。でも、それが今振り返ると、かけがえのない思い出になっているんですよね。体を動かして遊んだ経験というのは、スマホを見ているよりも記憶に深く刻み込まれるように感じます。僕が小さい頃はスマホとかゲームを持たせてもらえなかったので、今の小学生が持っているのが悔しいのかもしれません。自分も我慢したんだから、あなたたちも我慢すべきだ、なんて嫌な大人みたいですが、小学生でスマホは早すぎる気がします。小学生の頃はいい意味でも悪い意味でも好奇心が旺盛で、興味を持ったら善悪を考えず、何でもやってみたくなりますよね。残酷な話ですが、アリを踏みつぶしたりとか。正直、僕が小学生でスマホを持って制限なく使えてしまったら、多分学校に行かなくなると思います。最近はレストランに行くと、親たちが親同士で話すために、子供たちにゲーム機を与えるような光景を目にします。親同士は子供たちを全く気にせずに話しまくり、子供たちはやることがないから、ただただゲームをしている。親にとっても子供にとっても、一見都合がいいんです。さらに、この前はベビーカーに乗った小さい子が、ゲームをしている様子を見ました。目の前の美しい世界を見なさいって言いたくなりましたね。スマホに縛られているのは、もちろん子供たちだけではありませんよね。子供を連れた親でさえも、全く前も見ず、子供も見ず、スマホを見ながら歩いています。子供はいいんですが、僕は動物が好きなので、ずっとスマホを見ながら犬の散歩をしている人を見ると、とても悲しい気持ちになります。もちろん、スマホやゲームは悪いことばかりではありません。それらがきっかけで新しい友達ができるかもしれないし、ゲームによっては考える力も鍛えられるかもしれませんよね。自分の知らない世界を知ることもできます。ただ、今の日本はやりすぎかなと。
極端なのはよくありません。今の時代で僕みたいに完全に禁止すると、後で爆発する可能性がものすごく高いですからね。ただ、大きく成長する小学生時代に、スマホやゲームに張り付いてしまうのはどうなのかなと思います。日本では、小学校と中学校で、学力状況調査というものを受けます。これは、全国の子供たちの学力をチェックするもので、近年、日本では徐々に点数が下がっていて、最近は勉強が苦手な子供たちが増えていることがわかっています。スマホやゲームで簡単に楽しいことにたどり着ける今、勉強なんてやりたいと思いませんよね。小さい頃からそんなにスマホに張り付いていたら、ちょっと勉強したり本を読んだりするだけでも、ものすごく苦痛に感じます。はい。ということで、ここまで最近の日本の子供たちの気になるところ一つ目を話してきました。あともう一つ、小学生はすっぴんがいいという話をしたいと思います。完全に僕の好みの話です。すっぴんというのは化粧をしていない顔のことです。僕が小学生の頃は、小学生で化粧をしている子は一人もいませんでした。一人も。ですが、今は小学生でも化粧をするみたいです。悲しい。それを知人に聞いたとき、僕は言葉が出ませんでした。ありのままが僕の小学生時代のいいところだったのに、みんな個性があって、それがいいと思っていました。みんな違って、みんないい。金子みすずさんという方の詩、私と小鳥と鈴との一節で、そんな言葉があります。今は SNS でかっこいい人やかわいい人が溢れ出てきますよね。化粧をすることがダメなことだとは思いません。ただ、小学生のうちから外見を重要視しすぎると、どうなると思いますか？実際に尋ねたことがないのでわかりませんが、僕は生きづらくなると思います。スマホで SNS などを見すぎることで、自分の良さが悪く見えてしまうものです。小学生は鼻水が垂れているくらいが可愛いのにって思います。あなたは自分の子供にスマホを持たせますか？もし持たせるとしたら、どのようなルールを作りますか？それとも、ルールは作りませんか？今回は、最近の日本の子供たちについて、というテーマで話をしてみました。今の時代、スマホを持つことが当たり前で、子供に全く持たせないというのは難しいかもしれません。こんなテーマで話している僕ですら、僕にもし子供ができたらどうするか、まだ答えが出ていません。ただ、僕が今から小学生に戻れるなら、この時代でもやっぱり外で体を動かして遊びたいと思っています。はい、今回の話はこれでおしまいです。あなたの意見をぜひコメント欄で聞かせてください。共感できること、共感できないこと、この動画の感想など、あなたの意見をもらえると、僕も新しい発見が生まれます。そして、何よりコメントをいただけることが嬉しいです。できれば日本語でコメントを書いてみましょう。自分の意見を日本語で書くことで、覚えるスピードが圧倒的に違います。間違っても大丈夫です。翻訳機を使っても OK です。ご希望であれば、あなたの日本語を添削します。言語学習はアウトプットがとても大切です。ぜひ、この場を使って、どんどんアウトプットしてください。では、また次回お会いしましょう。最後まで見ていただき、ありがとうございました。